けれども、今乗っているのはマイナー前です。マイナーチェンジ後の CX5 に乗っています。で、こっちに乗ってみて思うのはね、まずこれ言わせてください。マツダの CX5 ビッグマイナー前後のモデルを乗り比べしてみました。車はマイナー前が2021年7月登録、マイナー後が2022年4月登録。最初にマイナー前に乗って変わってほしくない部分、改善されていてほしい部分を挙げていきます。その後マイナー後に試乗をして一問一答のように印象を述べていきます。で、今ねこの車に乗っていて、画像ですと、夜間と白いボディで映ってるのがマイナー前で、昼間と青いボディで映るのが、マイナー後になります。で、自分この現時点ですとまだマイナー後のモデル乗ってないんですね。なのでこのマイナー前のこの車に乗って感じた印象をベースに、変えてほしくないところ、変わっててほしいところ、その辺を述べさせていただいて、で答え合わせをねしていくみたいな感じで両方のね比較をしてみたいと思います。ということで、じゃあこの車の印象なんですけれども、まずねすごく一言で表しますと、もう全然自分これでいいじゃないと、むしろこれがいいよねなんてね、かなりのところでね、じゃあちょっと一個ずつ言っていきますね。大きなところでは2つ。まず乗り心地なんですけれども、乗り心地ね、思ったよりねガツガツしてないです。硬くないと言った方がいいのかな。リアサスはちょっと跳ねますけれども、前輪後輪ともにね柔らかく抜けているところがあって、フロントシートはねもう本当で、あとハンドリングですね。自分ねこの車のハンドル切って戻していくそのコーナーを曲がっていくね一つの流れがすごく好きです。これもうびっくりしちゃいましたね。多分最新のマツダ車より自分これの方が好きかなと思うところがあります。で、そう思う理由なんですけれども、まずね路面からの反力、もしくは車がどっちに行きたがっているかというのがね、ハンドルに伝わってくる力加減ですかね。それがすごくよくわかります。例えば路面が少し傾いてる、もしくはちょっとしたくぼみ、そういったところでね車がちょっと取られそうになるのがすごく伝わってきてね、それに合わせていなして車の行きたい方向に逆らわず、でも取られすぎないようにって乗るのがねすごく乗りやすくてね、自分の好みでもあって好きです。ただこれは車がね少し揺れやすくて、揺れる方向でもね横方向の取られたのを感じやすいということでもありますから、ちょっとねリアシートに乗っているとそこを感じやすくはありますね。ただこれがやっぱり逆に言うと、運転する人のドライバーの技量が出やすくもあるんですね。ドライバーがちょっとね今ハンドル動かしますね。こうやってフラフラさせちゃうと結構きついです。ガチッと固めちゃって、あれですね、ガチッと固めちゃって車のね行く方向に逆らっちゃうのもそうですし、そういった乗り方をしちゃうとねこの車の結構嫌なところが出てくると思いますので、ここは結構ね好みが分かれそうな部分ですね。自分がハンドル握る分には本当この車がいいと思います。2021年7月登録の CX5 ですね。で、乗り心地とそのハンドルのバランスが自分の好み、あとね変わっててくれたら嬉しいなと思う部分をねいくつか挙げていきますね。で、ここを挙げて答え合わせをしてみたいと思います。で、まず前からいきますと、エンジンはね、エンジンマウントが少し硬いようで、4気筒っぽいね振動が伝わってきます。結構大きく伝わってきますね。アイドリングの領域と、あと3000回転ぐらい、それから5000回転ぐらいでねちょっと振動盛り上がって、結構ねハンドルなんかにも伝わってきますので、こう変わっててくれたらね嬉しいと思います。それからミッション、6AT のねマツダご自慢の 6AT なんですけれども、これがね自動でシフトダウンするときにちょっと遅いプラス唐突と感じですかね。ごめんなさい、2段ぐらい落ちるときと言った方がいいのかな。上り坂なんかでアクセル踏んで少し待たされていきなりゴクンと出ていくような感じがねありますので、多分ねこのミッション年々やっぱり進化している部分ですので、これ制御変わっててくれるんじゃないかと思います。で、あと乗り心地の部分で言いますと、微振動ですね。そうですね、ちょうど今ねこれ路面ザラザラなんですね。今このザラついた路面を走るときにビリビリした振動がね結構伝わってきます。
でこれタイヤに起因する部分かもしれませんし、車のね緩衝材、いわゆるブッシュと言われる緩衝材が硬いとか、いろいろあるんでしょうけれども、ここをちょっとね微振動気になるので、減っていたら、低減されていたら嬉しいなと思うポイントです。であれですね、マイナーチェンジで接着剤がね使われるようになったということでね、この微振動の低減は期待しています。アロンアルファで言ったらジェル状のアロンアルファ、そんなものっていうねイメージなんですけれども、ちょっとブニュブニュしていてね、その減衰的な特性、減衰特性を持ったものかなとこう言われていますので、そこでねこう上位に伝わってくる振動が減っていたら嬉しいなと。マイナーチェンジでスカイアクティブテクノロジーというのがこうね、この CX5 に使われるっていうのかな、スカイアクティブテクノロジーが導入されたということなので、結構ねハンドルとかそういった部分からね違いが出てきていると思います。多分サスペンションもリセッティングされているでしょうし、いわゆるボディ剛性もね上がっていそうなので、結構ね違いは大きいんじゃないかと思うんですけれども、それ本当ね、その顔つきが変わったとかメーター周りのデザインが変わったとかそういうのじゃなくてね、乗り味として違いがあるのかなと。ただそのね自分が好みって言ったハンドルのね特性、ここはなるべく変えてくれないでいてくれるか、あとここはこのままに乗員が感じるね揺れに関する部分だけね減っていたら嬉しいなみたいな感じですかね。なのでよりバランスが変わるんじゃなくて、よりレベルが上がってたらね嬉しいなと思うポイントです。じゃあちょっとまとめますね。ここまでをまとめます。後期で改善されていてほしい部分、伝わってくるエンジンの振動、シフトプログラムなどギアチェンジのタイミング、特定場面でのリアシート突き上げ、路面によって目立つ微振動、上下に揺れる時の感覚。このままでいてほしい部分は、豊富なステアリングインフォメーションとかパワーステの特性、それからブレーキタッチ。それでは乗り換えます。ということで、マイナーチェンジ後の CX5 に乗っています。こっちは2022年式で、あと車は一緒です。 2000cc のガソリンモデル 6AT で、グレードは多分 20S プロアクティブだと思います。でこっちに乗ってみて思うのはね、まずこれ言わせてください。もう車が別物です。本当に別物。見た目はねほとんど変わってなくて、内装なんかもねもう一緒に見えますけれども、もう乗った感じはねもう全然別物です。極端に大げさに言うとね、同じ車で同じレベルというか、もう格が違いますね。一クラス上の車みたい。特にね快適性に関してはそんな感じで印象を受けています。であれですね、ステアフィールとか、ミッション、それからエンジンとかいろんな部分変わってきてまして、ちょっと述べたいこといっぱいでございまして、でもあれです、さっきのねちょっと答え合わせから言ってみたいと思います。前からいきますね。まずエンジンの振動。エンジンの振動ね、これはっきり分かるレベルで減っています。ただゼロじゃないんですけれどもね、常用域で言いますと3000回転をピークに、2500回転から振動が目立ってくるみたいな感じです。でこれ多分ね、この PE から始まるエンジンはバランスシャフト、バランサーシャフトとかねカウンターシャフトと言われる部品がエンジンなんかついてないと思います。で 2500cc ですとこれがついてるみたいなんですね。でこれはそのカタログでそれを見ただけでもうエンジンの振動がね明確に減ってることが多々ありますので、多分 2500cc でしたらねもっともっと気にならないんじゃないかと思います。この車はね前期よりは良くなってるけど、やっぱりまだ振動が気になるところはあるといった感じです。で続いてミッションね、いろんな場面全部試せるわけじゃないので、試せた範囲で言いますと、前期型よりね扱いやすくなっています。前期の時にはアクセル踏んでいってまだかって時にいきなりと来て待たされて2段ぐらいをこうやってって加速していくようなね、なんかそんな感じでした。でこっちはねもうちょっと早い段階で1段をこうやってグーンと出ていくような、そういうシフトプログラムがね変わってるような印象を受けます。実際のシフトチェンジにかかってる時間が早いか遅いかはねちょっといろんな状況あるのではっきりとは言えない感じです。それからですね、路面からのビリビリ、これね減っています。もうはっきり減ってますね。今ちょうどねちょっと荒れた路面、ざらついた路面なんですけれども、まずね一番変わったのはリアシートいるとね
まず感じません。めちゃくちゃ滑らかとまでは言えないんですけれども、ビリビリしたね、微振動はかなり少ないです。で、運転席にいると、やっぱり少ないのは少ないんですけれども、ハンドルにね、ちょっとビリビリが伝わってきます。もしこれを路面インフォメーションが分かりやすいと言ったらその通りですし、そういう余計なね、ざらつき感はカットしてほしいと言ったら、カットされずに伝わってくるって感じですかね。今もそうです。こうやって触れてると、プル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 って細かいね、微振動はちょっとあります。で、その次がですね、リアシートの突き上げ。もうこれはね、乗り心地、快適性全般で、すごい良くなってますので、突き上げも減っています。なんでしょう、リアシートね、フラット感強まったと思うんですね。上下の揺すられ感が収まって、かつ、玉の段差であった、ガツンとね、突き上げられるような突き上げも収まっていて、もうここ、すごい別の車といった感じです。ごめんなさい、日本語おかしいですよね。もう本当に別の車。リアシート快適です。揺すられ感が少なくて、突き上げ感もない。フロントシートはね、SUV らしさっていうのかな。もうちょっとゴージャスなゆったりした揺れ方の、サスペンション。そのくらい乗り心地ですかね。で、シートは柔らかすぎないんでね、サスペンションその他のあたりで、ゴムとかの緩衝材、それから足のアーム類のね、動きやすさなんかで作ってる乗り心地だと思います。で、あと最後、レーンキープ。レーンキープは、前期型の時はレーンキープね、オフにして走っていました。自分が内側寄ったり外側寄ったりって意図的にしてるのに、そこでね、ハンドルに介入をしてきて、思った通りに走らせてくれなかったんですね。で、それがあったんですけれども、こっちはね、レーンキープオンで普通に邪魔せず走れるようになっています。今もね、レーンキープオンで走っています。で、邪魔に感じないですね。ここも自分的には進化したポイントじゃないかと思います。ちょうどね、コーナー続くところに来たので、このハンドリングについてね、さっき自分が変わってほしくないといった部分ですね。車がどっちの方向に行こうかとしてるかをハンドルの重さの変化で伝えてきてくれる部分、これに関してはね、変わっちゃっています。自分の立場から言いますと変わっちゃっていますですね。ちょっと加速してみましょうか。でね、これで減速してコーナー入っていくわけですけれども、なんか何事もなかったようにね、走るようになってきて、面白みという面では少し減ったのかな。で、逆にね、そのドライバーによる快適性の差、そこは少なくなったかな。ただね、もちろんまだまだこの状態でドライバーは快適性をコントロールできる部分が多いですから、そこはね、いいんですけれども、車の進化という面で見るとね、最近の車らしく、誰が乗っても乗りやすい方向に寄ったっていった感じですね。で、今ね、ちょっとギアチェンジしてますけれども、やっぱりね、これ面白いですね。ダイレクト感とか、意のままにとか、そういうのじゃなくても、単純にね、この音とシフトチェンジしていくところがね、もうこれだけでも楽しいと思うんですよね。そんな感じです。で、あと最後。もし自分の身内に、知り合いに、マイナー前と後の中古車考えてるんだけど、どっち買った方がいいって聞かれた場合です。もうこれ、例えばね、1年で20万ずつとかですとか15万ずつですとか均等に起こってる場合でしたら、もう問答無用で後期型を狙ってください。2021年の11月以降のモデルです。で、そこを境に、40万円とか差があったらね、それはもう見た目は一緒ですから前期型でもいいって答えますね。ごめんなさい、ちょっと慎重に。やっぱり物ってお金次第なので、そうですね、この良さにいくら出せるかっていうのはね、いろいろ違うと思いますし、自分だったらそんな感じかな。均等に値落ちしてるようでしたら後期型を狙います。で、モデルの境目で40万円とか差があったら、マイナー前を狙って、あとそれでね、どうしてもってことだったら乗り換えしますね。そこを乗り換え聞くのが人気車のいいところだと思います。
ビッグマイナーチェンジによって快適性全般で大幅レベルアップを感じました。わかりやすい新エンジン登場とかではないですし、見た目はほとんど変わらないのに中身は想像以上に別物。もうびっくりしちゃいました。でも同時に前期の魅力も明確に感じました。もし自分が前期オーナーだったらと考えますと、前期だけの魅力でより愛着が湧いたり乗り続ける理由になるかと思います。ステアフィールとブレーキタッチはこっちの方が自分好みでございまして、マニアックに通っぽく、もっと言えば円数的、そんな感じでね、乗っていける車だとも思いました。動画は以上です。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。